妻は私が交通事故から目覚めた瞬間、離婚届を手渡した。卒業式の日、私はついに勇気を振り絞って、長年片思いしてきた憧れの人に思いを打ち明けるつもりだった。しかし、その時、車にひかれてしまった。目を覚ますと、憧れの彼女が目の前に立っていて、その顔は全く冷たかった。目が覚めた？ちょうどよかった。離婚協議の話をしましょう。私、まだ告白もしていないのに、どうして離婚の話が出てくるんだ？ 1、卒業式の日、僕はずっと片思いしていたクロエに、ついに気持ちを伝えようとしていた。横断歩道の向こうで、クロエは卒業式のガウンを着て、とても美しく写真を撮っていた。僕は興奮のあまり、信号が赤であることも全く気にせず、ほぼ全速力で彼女に向かって駆け出した。ガシャーン。耳をつんざくような衝撃、そして地面に投げ出された。何もかも真っ暗になった。もう一度目を開けたとき、見えたのは真っ白な天井だけだった。驚いたことに、クロエが病院の私のベッドのすぐそばに立っていた。彼女は相変わらず美しく、これがおそらく今までで最も近い距離だった。クロエはそこに立ち、彼女の視線はゆっくりと上にある点滴袋から私の顔に移った。私の目は無意識に彼女の左手の薬指に止まった。そこにはシンプルな指輪が光っていた。私は彼女のことが長い間好きだった。彼女はもうずっと前から人のものだったのか？失望の苦い味を飲み込みながら、無理に笑顔を作って彼女に挨拶した。クロエ？ここで何してるの？ベッドから起き上がろうとしたとき、腕に厚く包帯が巻かれていることに気づいた。次の瞬間、クロエはベッドの横にある椅子に座り、その声は冷たくよそよそしかった。リアムさん、あなたは本当に駆け引きがお上手ですね。離婚するためには自分の命さえも危険にさらすなんて。私は彼女をじっと見つめ、全くわけがわからなかった。彼女は一体何のことを言っているんだ？離婚？私はまだ卒業すらしていない。ましてや結婚なんてしていない。どうして離婚の話が出てくるんだろう？ちょうどその時、看護師が扉を押し開け、包帯用品を乗せたトレイを持って入ってきた。クロエ先生、まだいらっしゃったのですか？旦那様、あなたはどれだけ運が良かったかご存知ですか？交通事故に遭われて、ちょうど通りかかったクロエ先生が即座に応急処置をしてくださったんです。でなければ、腕の骨折だけでは済まなかったでしょうよ。看護師はうつむきながら、傷口を丁寧に消毒しながら話した。そっと私の手を横に置いたとき、私はそれに気づいた右手の薬指に指輪がある。そしてこの指輪は、明らかにクロエの指輪と対になっているものだった。恐怖の波が押し寄せてきた。看護師が部屋を出ると、私は本能的にクロエの袖を掴んだ。あなたの名前はクロエだよね。18期の医学部出身だよね。クロエは眉を潜め、深く苛立っているようだった。彼女は私の握りから袖を引き抜き、冷たい表情で私を見た。起きているようなので、離婚の条件について話し合いましょう。2、これはおかしい。私は明らかに卒業式に向かう途中で、誤って車にひかれたんだ。どうして目を覚ますと、クロエに無理やり離婚を迫るために極端な手段を取ったと責められてるんだ？腹の底に確信が生まれた私が気が狂ったか、クロエが気が狂ったかのどちらかだ。クロエ、ちょっと待って。言い終わらないうちに、小さな女の子が突然部屋に現れ、興奮してクロエの腕の中に走り込んだ。私？わあ、なんて可愛い子なんだ。私は怪我していない方の手を差し出し、そっと彼女の方に触れようとしたが、彼女は恥ずかしそうにクロエの胸により深く隠れた。ああ、ごめんね。
おじさんはタダ君がとっても可愛いと思って、つい触りたくなっちゃったんだよ。クロエは私に不賛成の眼差しを向けた。そうだ、私は彼女を呼び止めたのに、まだ要点を言えていなかった。クロエ、これは信じがたい話に聞こえるかもしれないけど、僕は君が話していることの何も覚えていないんだ。僕は卒業式に向かう途中だったことしか覚えていない。言い終わらないうちに、クロエは苛立ったように私の言葉を遮った。だから、今、あなたは記憶喪失だと言いたいの？記憶喪失？そうだ、それだ。記憶喪失。記憶喪失だけが、なぜ私がこれのすべてを思い出せないかを説明できる。私は強く、真剣にうなずいた。クロエの顔は相変わらず石のように冷たかった。彼女はバッグから書類を取り出し、私の前のベッドの上に放り投げた。これは離婚協議書よ。すべての条件はあなたの要求通りに書いてある。異議がなければ、できるだけ早くサインして。私は口を開けたが、一言も言えなかった。しかし、クロエの腕の中の小さな女の子は、クロエの言葉を聞いて悲しそうに唇を尖らせた。クロエ、子供の前でこんな話彼女の情緒のためにもあまり良くないんじゃないかな？ちょっとこれを保留にしてもいいかな？クロエは冷たく鼻で笑った。他人の子供？リアム、この記憶喪失の演技はなかなかうまいけど、これは私たちの娘よ。そしてあなたが他の女性と食事をしていたとき、それが私たちの子供の情緒のために良いか考えたことある？私はクロエの最初の衝撃的な発言をまだ処理できていないうちに、彼女の二つ目の発言で完全に脳がショートした。私は小さな女の子をただ呆然と見つめた。だから私は結婚しているだけでなく、子供もいたの？しかし、小さな女の子は私を完全に無視し、クロエの首に顔を埋めて、私に一目もくれようとしなかった。情報過多で脳が完全にクラッシュした。3. 頭の中で全てを整理するのに丸1日かかった。私は本当に記憶喪失のようだった。私はやはり私で、クロエはやはりクロエだった。唯一の違いは、私たちは結婚していて、子供がいたということだ。しかし、病院のベッドの上に置かれた離婚届は、静かに別のメッセージを伝えていた。私たちの結婚は明らかに危機にあった。問題は、僕が浮気していたのかも？ということだ。でも、そんなことあり得る？クロエのように魅力的で優秀な人がいるのに、本当に他の女性と浮気するだろうか？私は気が狂ったのだろうか？では、一体どこで間違ったのだろう？そして一体どうやって記憶を取り戻せばいいんだ？私はイライラしながら頭をかき、頭は真っ白で全く落ち着かず、もどかしかった。パパ。ドアをノックする音がして、顔を上げると小さな隙間が開いた。小さな女の子の可愛い顔が恥ずかしそうに覗いていた。ママが手の消毒を忘れないでって。これは消毒薬、自分でやってね。彼女の小さな手にヨードの瓶がぎゅっと握られていた。私は手を伸ばし、彼女に入ってくるように合図した。パパの手、少し痛いんだ。それをパパのところに持ってきてくれる？小さな女の子は私を見て、表情にためらいがあったが、結局うなずいた。彼女はゆっくりと私のそばまで来て、ヨードを私のナイトテーブルの上に置いた。私はもう一方の手で彼女を抱き上げ、膝の上に座らせた。私は注意深く彼女の顔立ちを観察した。目は私に似て、大きくて丸くてパッチリしている。鼻はクロエに似て優雅に彫刻されている。そして顔はクロエのように完璧で繊細な卵型だ。彼女は本当に美しかった。これは私とクロエの娘だ。私は我慢できなかった。
彼女をぎゅっと抱きしめ、そっと頬にキスをした。彼女は甘く赤ちゃんのような匂いがして、ずっと抱きしめていたくなった。顔を上げると、彼女の顔はすぐに真っ赤になっていた。彼女は私の腕の中で一瞬こわばったが、次に小さな腕で私の首を包み込み、強く抱きしめた。彼女は私の肩に頭を預け、私の耳元で囁いた。パパ、いい匂いがする。彼女は本当に天使のようだった。私はまだ小さな娘を抱いている喜びに浸っていたが、部屋のドアが外から開いた。クロエの見慣れた姿が入り口に現れ、それから私の方に歩いてきた。ママ。まだ私にしがみついていた小さな女の子は、すぐにクロエのところに走り寄り、腕を伸ばして、クロエが彼女を抱き上げるのを待った。クロエは明らかにシャワーを浴びたばかりだった。彼女はゆったりとした快適な部屋着を着て、完全にリラックスしているように見えた。彼女の髪は自然に肩にかかり、数滴の水が首筋を伝って襟元に消えていった。私は本能的に目をそらし、奇妙な居心地の悪さを感じた。彼女が近づくにつれ、私の心臓はさらに激しく鼓動し始めた。しかし、クロエの次の言葉はすぐに私の興奮を消し去った。リアムさん、デイジーに今から優しくしても少し遅いと思いませんか？違うんだ、僕は。私は説明したかったが、クロエの冷たい眼差しに出会った瞬間、彼女が私の言うことを何も信じないだろうと分かった。結局、私はただ黙り込んだ。まあいいわ。あなたは自分のことを続けて、私は出かけるから。私は書斎から出て行き、デイジーはクロエの首から顔を出して私を見た。彼女がクロエとどれだけ親しいかを見て、苦い思いが押し寄せてきた。だから、妻も子供もいたとして、それがなんだ？妻は私を愛しておらず、離婚を望んでいて、娘でさえもママにしかしが見つかない。私の心はさまよい始めた。もしこれが事実なら、そもそもなぜ私たちは結婚したのだろう？そしてなぜ子供を作ったのだろう？外のバルコニーでは満月が空高くかかっていた。夜風が私の考えをかき乱した。何も変わっていない。変わったのは私だけのようだ。4. シュネ室には大きなベッドが一つだけあった。部屋全体は最もミニマルな黒、白、グレーのトーンで飾られていた。それ以外にも部屋は完璧に清潔で、空気にはかすかに優雅な口なしの香りが漂っていた。覚えている、これはクロエの好きな香りだ。私はパジャマを探しにウォークインクローゼットに歩いていった。しかし、クローゼットを開けると、見えるほとんどは女性用の服だったエレガントなドレスから精巧なブラウスまで、きちんと分類されて吊るされていた。注意深く探したが、男性用だと明確にわかるパジャマや部屋着は一つも見つからなかった。仕方なく、私は書斎のドアをノックした。クロエ、すみません、ちょっとお邪魔します。パソコンで作業していたクロエは、音に反応して顔を上げた。彼女の金縁のメガネは、彼女をプロフェッショナルに、そしてどこか近寄りがたく見せた。僕のパジャマが見つからないんだ。私はシュネ室の方に手振りしながら説明した。シュネ室のクローゼットには君の服ばかりあるみたいで。クロエは私を数秒間じっと見つめたが、すぐには話し出さなかった。彼女が答えないと思い、私が去ろうとしたとき、彼女は突然椅子から立ち上がり、私の方に向かって歩いてきた。彼女は私の前で立ち止まった。彼女より背が高い私だが、彼女を取り巻く冷たいオーラは、私にわずかな圧迫感を感じさせた。クロエはかすかに唇を曲げ、両手をポケットに入れた。何、まだ記憶喪失の演技を続けるつもり？私は言葉に詰まり、どう返せばいいのかわからなかった。正直に話しても、彼女は私を信じない。幸い、
今回は彼女はそれ以上詮索しなかった。彼女はただ私のそばを通り過ぎ、廊下の反対側に向かった。私はそこに立ち、少し戸惑いを感じた。彼女は首をかしげ、私を横目でちらりと見た。来ないの？私はすぐについて行ったが、意識して一歩の距離を保った。ありがとう。彼女は自習室のドアの前まで歩き、それを押し開けて、私が入るように合図した。あなたの服はここにあるはずよ。私は部屋に入り、クローゼットを開けた。その光景に私は一瞬立ち止まった武骨で非常に保守的なダークスーツ、シャツ、ベストの統一されたコレクションが几帳面に折りたたまれ、厳格で堅苦しいオーラを放っていた。それをかき回して、やっと最も下の引き出しで、パジャマのように見える綿の服を見つけた古風で、大きすぎるゆったりとしたものだったが、少なくとも快適そうだった。このパジャマを手に持って、私はさらに奇妙に感じた。これが普段の僕の服装だったのか？私はパジャマを持ってシュネ室のバスルームに戻りながら、頭の中は混乱していた。私たちの間の問題は、私が想像していたよりもはるかに複雑なのかもしれなかった。シャワーを浴びた後、私は上着を羽織り、デイジーの部屋に向かった。子供部屋は暖かく装飾され、柔らかいぬいぐるみやカラフルなステッカーがあちこちにあった。クロエが私たちの子供に多くの愛情を注いでいるのが明らかだった。私はつま先で歩いて中に入った。デイジーはすでに眠っており、小さなウサギのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめていた。私は彼女が蹴った毛布をかけ直し、そっと彼女の親指を口から取り出し、ティッシュで拭き取った。この瞬間になって初めて、柔らかい不正の感情が本当に私を包んだ。しかし、私は彼女のことをあまりにも知らなさすぎた。彼女が何歳かさえ確信がなかった。クロエとの結婚証明書には、私たちが4年前に婚姻届を出したとある。だからデイジーはだいたい3歳くらいだろう。私は彼女の柔らかい髪を撫で、立ち上がって去ろうとした。ちょうどドアを閉めて振り向いたとき、クロエが廊下に静かに立っているのを見た。とても近くに。私の背中は本能的にドアに押し付けられた。クロエはこの近さを気まずいと思っていないようで、後ずさりする様子もなかった。私の心拍数は突然速くなった。仕事は終わったの？私は尋ねた。うん。雰囲気が重い。私は何を言えばいいのかわからなかった。じゃあもう寝る？クロエは答えず、動きもしなかった。私は着ていた上着をきつく引っ張った。じゃあ、先に部屋に戻るね。そう言うと、私は彼女のそばをすり抜け、ほとんど逃げるようにシュネ室に戻った。私はすぐに布団をめくって横になり、きちんと一方の端に丸くなった。間もなく、シュネ室のドアが開き、クロエが入ってきた。私がすでにベッドに入っているのを見て、彼女は一瞬止まり、入り口に立って私を見ていた。彼女の視線は私を落ち着かなくさせた。クロエ、普段君はどっちの側で寝るの？彼女は答えなかった。仕方なく、私は選択肢がなかった。布団を跳ねのけ、ベッドから出て横に立った。君が先に選んで。やっとクロエが動いた。彼女は窓側に歩いて行き、横になり、それから手を伸ばして自分の側のベッドサイドランプをカチッと消した。部屋は暗闇に包まれた。私は手探りでベッドに戻り、隣の人は安定した呼吸をしていた。しかし、私は目がさえ渡っており、考えがぐるぐると渦巻いていた。上着の袖が怪我した腕に不快に当たった。私は注意深く体の向きを変え、クロエの反応がないのを見て、静かに起き上がり、上着を脱ごうとした。ちょうど上着を脱ぎ、腕をこすったとき、背を向けていたクロエが突然寝返りを打ち、暗闇の中で近づいてきた。
彼女の息が私の方に触れ、私自身の呼吸は緊張で乱れた。彼女の姿は見えなかったが、彼女がどれだけ近くにいるかを感じることができた。クロエ？リアム、一体何をしようとしているの？彼女の声は暗闇の中で驚くほどはっきりと響き、冷たさが混ざっていた。え？私は固まった。結婚したいと言ったのはあなた、それから離婚するためにあのてこの手を使ったのもあなた。今、記憶喪失のふりをしてここで寝ている。私はあなたの気まぐれなゲームに付き合う気はないわ。違うよ、僕は。違わない？彼女の口調は皮肉だった。これってあなたのいつものパターンでしょ？私は言葉に詰まり、自分を弁護することができなかった。ごめん、そういう意味じゃなかったんだ。暗闇の中に沈黙が広がった。しばらくして、クロエは体を引き、それからベッドから出た。リアム、私はあなたに対する感情はもう何も残っていないわ。今のあなたが本気でも演技でも、こんな無意味な芝居はやめて。今夜は客室に寝るわ。